そうですね。あのうんあんまりこう他人様に自分のやってることを一言でバッとこうコピーライティングされるということが今までなかったですし、もうちょっと言うと誰にもできないようにいろんな理由でね、恥ずかしがりすぎたとか、なんかこうずーっとこう逃げていたようなイメージとかも含めてですけど、誰にもこう正体をつかまれないように、してたと思うんですよね。少なくともこう人生の前半までは。まあ分かんない、医学が発達してね、まだ前半じゃなくて10分の1かもしれませんけど49年間はそんなふうにしてきたんですが、まあそろそろあの人ってこんな感じだよねっていうことが誰にも分かるっていう時が来たのかなと実感してますね。というかそうありたいっていうか、こうすごいミスティフィカーションな回覧する人で正体がつかめない、誰にも全貌が読めない、こうすごい好きだと思ったら嫌いになったとかね、そういうことからだんだんとこれははっきりと加齢と関係があると思うんですけど、もう菊池さんってあんな感じだよねっていう、もう誰もが知ってるっていう歌舞伎町にね いて、でまあ歌舞伎町はああいうとこなんで人の出入りが激しいですから、話は同じにできませんけど、凪良健一さんが浅草歩いてたらもう凪良健一だって誰もが分かると思う、みんな。あんな感じで街歩いててもああ菊池だねっていう感じになりたいなっていうふうに思っていて、なれたらなっていうふうにも思っていて、でさらに言うと、最近なってきたかなっていうふうに思ってまして、でこのこともまさにそういうことでこれで問題ないですなんていうのかな、あくまでフロイディズムで言ってしまえば誰もが過去に縛られてるわけなのね。程度の差こそはあれ、過去にあったことが現在を制限してるわけなんですよ。でそのことを突破したいわけ、みんな。で理想的な状態としてはもう過去は全く関係ない、どんどん現在が更新されているっていうふうにこう考えたいんだけど、でそれを目指したいというような形になってると思うんですよ。それは誰しも同じじゃないかなと思うんですけど、そういう意味で過去は現実ではないですよ、もちろん。もうないんだから。なんだけど世の中には現実以上の現実ってものがあるし、現実以下の現実ってものもあって、で過去はある視点では現実ではありませんが、ある視点では現実以上に現実で、ただその過去とのまぐわい合い方っていうのがその人の生き方に出ると思ってますし、私の活動は過去にしか素材がないんで、過去とまぐわってるわけですよね。ただどう過去とまぐわうのかっていうその一つの美学的な着地点っていうことに関しては体と心に聞いてベストを尽くしてるつもりですけど。いやライブの一番の良さとは
これもねさっき言ったように20世紀に入って芸事が録音芸術とライブに分離したんですよね。それまで分離してないわけなんで全部ライブだったわけですよね。だからライブの一番の良さとはっていうのはつまりレコードを作って発表することとの対比を前提としてると思うんですがもう全く別のことなんでレコーディングはこうだけどライブってこうだよねっていうふうには考えられないですね。ライブは一番大切なライブっていうくらいでさ読んで字のごとくっていうのもバカバカしいくらいの話ですけどこれは他局の違う番組に上原ひろみさんが出てた時の言葉をそのまま繰り返すんで引用にしても随分と品の悪いことになりますけども上原さんがおっしゃったんですよ。演奏はアメリカだと1時間半だっつってで私はその1時間半のために生きてるんですって言ったのね。で私それ見てたの見てて全く同じだよって見ながら俺もそう思うよってそのテレビに突っ込む人いるじゃないですか声出してで俺もそうっていうふうに即座に突っ込みましたね。ライブのために生きてるんですよね。あとはもう余力ですね。はい。菊池さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。映像質問ともに以上になります。はい、最後に、はい、番組に対して何かご意見とあれば。番組に対してご意見どうですか。ここまでいろいろ映像だとか質問だとか出させていただいたんですが、はい、いかがでしたでしょうか。何ですかこれは使われるのでしょうか。インターネットでは本当ですか。そのまま全然お気になさらずここが良くなかったなとか、あえてそれを求めてるわけじゃないんですけれど。はい。そうですね。いや全然この手の番組は「情熱大陸」にも出たことありますしNHK の「私が子供だった頃」っていう自分の子供時代をドラマ化するって番組もやったことあって比較的こういう番組に出がちなタイプだと思うんですけどもでまた来たなっていうような感じで今日来たんですけどとても取材の内容とかその構成とかも素晴らしいなんちゃねよいしょみたいな気持ち悪いですけど、何の問題もありませんし、楽しくやれましたし、唯一問題があるとしたら腰が痛いっていうねオデッサの会談戦艦ポチョムキンで歴史が変わったっていうこの設定ね番組全体の企画の設定は話として分かるんだけどそういうことかなっていう根本に対する疑問がねありますよね。オデッサの会談じゃなくてもいいんじゃないだろうかっていう疑問を持ちながら、ケツが痛いなと思いながらやってましたけどもやってる間は痛みも感じませんでしたけどもねそういう感じです。ありがとうございました、はい、すいませんでした。ちょっと痛かったみたいで。とんでもないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。